こんにちは、アンナスです。今日はアンナスの和の刺繍の本の中から、鳩笛の刺繍をしようと思います。それでは手元の方にどうぞ。今日はアンナスの和の刺繍の本の中からこの鳩笛の刺繍をやろうと思います。はい、では刺繍をしていきます。図案を写すところは、別の動画でやっていますので、そちらをご覧ください。では刺していきます。まず目からですね。で、目のところにちっちゃい波縫い、最初の玉留めの代わりのものを入れるのちょっと大変なので、隣の顔のあたりにちっちゃい波縫いを入れます。で、ギリギリで留めて、一つ前の穴に糸の上にザクッと刺すと、これで絡まって止まっているので、この出ているところはハサミで切ります。で、丸いものを刺すので、まず真ん中に1本基準を入れます。で、上と下と半分ずつ埋めていきます。で、目の場合は半分ずつっていうよりかはバランスを見ながら丸くしていった方がうまくいくので、上と下と必ず交互でなくてもいいんですけど、ちょっと今だと上にたくさん糸があるので、今ちょっと下を多めにみたいな感じでバランス見ながら入れていきます。これぐらいかな。ちょっとね、顔の刺繍をすると目が埋もれるので、まあちょっと大きめになっても大丈夫です。これで、刺せたので、裏の糸に2回ほど絡めると、これで絡まって止まっているので、ギリギリで切ります。で、次がこの顔の部分ですね。白です。で、白もこの6本の中の、今ちょっと2本出てるんですけど、この6本の束になってるんですけど、この束を1つずつほぐして1本ずつ抜きます。2本取りなんですけど、2本一気に抜くと絡まったりとかするので、まあなんかうまいこと2本取れたとしても、よりって言ってこうねじれが残っているので、ねじれが残っているとサテンステッチが綺麗にできないので、ねじれは必ず取って1本ずつバラバラになった状態で針に糸を通します。で、続きをやるときは、最初波縫いしたんですけど、2回目以降は裏の糸に2回絡めて、もうこれで始められます。で、刺す向きは縦なので、どこでもいいです。まず基準を作ってください。端っこが曲線なんで端からは埋められないんですね。で、黒の上に白のステッチが入ると、たまにその影が見えてしまってちょっと黒っぽく見える時があるので、私はもうこういう時は取っておきます。で、抜いても大丈夫なんです。この裏に最後絡めたので、もう絡まってます。ちょっとこんなにちっちゃいスペースなので抜いても平気です。まあ今回の場合のみですね。もうちょっと広いスペースを埋める場合とかだとちょっと抜ける時もあるかもしれないですけど。で、さっき基準を入れた最初のステッチを基準に面を埋めていきます。まあ後ろ側を今埋めてますけど、前でも後ろでもどっちでもいいです。これで埋まったらまた続きですね。で、白は結構透けやすいので、普段刺す
分量よりもちょっと多めに厚めにもりもりに刺した方が、仕上がりが綺麗ですね。はい、これで、目のギリギリのところに来たら、二手に分かれます。とりあえずじゃあ目の上の部分で、上の部分が刺し終わったら下の部分も刺して、最終的に、また長いステッチで合流させてくちばしの方まで刺していきます。はい、では白い部分ができたので、今度は頭のところを刺繍していきます。同じように縦の向きで刺してもいいんですけど、最後ちょっとちっちゃい点々になるのが大変なので、ここはもう少し斜めで始めます。こうしておくと刺繍がしやすいです。これで裏に絡めるんですけど、赤い部分って他にも羽のところにもう一箇所赤があったんですけど、一気に赤やってで、次黄色やるんですけど、黄色やって白やってみたいな同じ色を一気にやると形がすごく取りづらくてガタガタした仕上がりになるので、同じ色を一気にやる方が糸いちいち変えなくて面倒くさくなくていいんですけど、まず一つ作って、でその後隣に差し広げていくとバランスが綺麗に保てるので、ちょっと面倒くさいんですが、赤が終わったら今度くちばしで、マフラーじゃないななんか黄色い部分があるんですけど、ここは同じ色なんで、隣同士だからもうついでに全部、このくちばしとこの首のところとお腹のところはもう一気に刺していきます。くちばしは縦ですね。で、首は斜めにステッチの向きは本に書いてある通りやっています。なので本を見ていただくとわかると思います。もうここの最後ちっちゃい点々はしょうがないんで、頑張ってちっちゃい点々を埋めてください。でもこれぐらいでいけましたね。では次はこの羽の部分をやっていきます。でここはもう縦にずっとこう刺していくんですけど、途中で色が変わるので、今水色からやり始めるんですけど、終わったら今度ブルー、赤、黄色でまた持ち替えて水色っていう風にします。ここも飛ばすとなんか微妙にカーブがかかってるんですけど、こういうのとかもちょっと表現が難しくなってくるので、ちゃんと端から順番に糸をいちいち変えてやると仕上がりが綺麗です。でこんな感じで1本基準を入れて半分ずつ埋めて、できればちょっと放射になるように全体的に刺すと綺麗かなと思います。ここはちょっとカーブになっているので、ちょっとステッチが今短くなっていますね。
はい、では羽の部分ができたので、今度はお腹の白い部分を刺繍していきます。これも、羽と同じでもうずーっと縦に刺していって、ちょっと尻尾描いてなかったですね。ここに尻尾の線があるんで、そしたら黄色が最後縦に入るんですけど、もうこれもひたすらサテンステッチです。はい、では白ができたので、今度尻尾の黄色い部分を縦に刺していきます。はい、では刺し終わったので裏に絡めて、で図案を消します。お水でちょんちょんと濡らして消していきます。チャコペーパーはそのお水でシュッと消えるものを私は使っているんですけど、クロバーのチャコピーなんですけど、洗わないとチャコペンが消えないっていうのもあるので、パッケージを見て、説明書通りに消してください。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録と、いいねボタンもよろしくお願いします。それではさようなら。